よし。おー、走る走る。重たい重たい。よいしょ。これはちょっと抜き上げれないんで、もうすくいます。いやー、大事にいきました。はい、こんにちは、矢野です。今回はちょいっと大きめのサイズのアジをジグヘッド単体の釣りでピッと狙いにアジングに行ってきました。ちょっと月が大きいタイミングでしたが、大きいサイズの回遊を予測した狙い撃ちのアジング、果たして大きいサイズのアジは釣れたのでしょうか。いつも通り基本的な釣り方を解説しながら釣っていきますので、ぜひご覧ください。またリアルな実況動画を見たい方のためにノーカットの実況動画を作りました。そちらはメンバーシップ限定で公開していますので、気になる方はそちらもご覧ください。さあ、それでは準備ができたのでアジを狙っていきます。今日はちょっといいサイズのアジを狙うので、レンジクロスヘッドのギガにワームがイージーシェイカーの3インチ、これで狙っていきます。でロッドはアジ道 7G の6号のチューブラにラインがザ・1の 0.4 号でいきます。でも表層付近から探っていきます。ちょんちょんと活性の高いアジがいたら、まあ多分すぐにゴンと食ってくれると思うんで、ちょんちょんってやって、あ、当たったけどかからなかった。あー、残念。ちょっと今当たりましたがかからなかった。よし、じゃあもう一回狙っていきます。もう潮が高い満潮のタイミングをちょっと狙い撃ちしているので、この潮が潮位が高い時だけ回遊してくるようなポイントを選んでいます。今一発目当たりがあったんですが、残念ながらかけれなかった。もったいない。ちょっと投げる方向を変えて探していきます。で表層付近をもうすぐにちょんちょんとアクションとクワシャの間を交互に入れながら探っていきます。残念、当たらなかった。最初の当たりかけ損なったんがもったいなかったな。ちょっともう一回投げる方向を変えて、今度はちょっとレンジ入れます。カウント10ぐらいで探っていきます。ちょんちょんちょんとアクションとクワセの間を交互に入れながら、よし、食った。よし。でもそんなにこれは大きくなかった。あらららら。よいしょ。でも狙ってたサイズよりかはちょっと小さいぐらいですが、まあそれでも尺あれなしかな。釣れてくれました。でちょっとさっき釣れたところとは違う方向投げてやります。小魚とかを食ってるアジだったら割と一箇所で集中して釣れるというよりかは、割と常夜灯の明かりの周りを広範囲で回っていることが多いので、投げる方向を変えて探っていきます。軽でラインがアクションとクワセの間を交互に入れながら探っていきます。よし、これはコーンと綺麗に食いましたね。でもうかけたらゴリゴリ巻いて、そして抜き上げで躊躇したらいかんですね。ちょっと口のかかりが浅かった。今ちょっと巻きの釣りでやっていて、レンジクロスのギガでちょっとバラシが出たので、おそらく後ろから捕食してきて口の浅いところにかかってバレた可能性があります。なのでちょっとここでレンジクロスのギガから巻きの釣りに対応したラッシュヘッドに交換したいと思います。でちょっと一旦フック交換します。さあ、そしたらレンジクロスのギガからラッシュヘッドの M サイズの 1.5g に変更しました。ワームをイージーシェイカーの 2.5 インチにちょっとサイズダウンしました。ちょっと吸い込みきれてない感があったので、3インチからちょっと 2.5 に落としたらいいかなと思って 2.5 に変えました。で釣り方はちょんちょんとやって巻き巻きという感じで、でももうかけ損ないしたりとかバラシをしたので、ちょっと釣れなくなるかなというふうな感じで思っていたら、食ってくれましたね。これもちょっと重たいんですくいます。もうよいしょ。もうちょっと躊躇せずにすくいました。強引に抜いても抜けないことはないんですが、竿の蓋も考えて抜き上げました。対向が結構あるので重たいですが、32、3ぐらい尺アジ釣れてくれました。で一匹一匹しっかりと
スンと締めてやります。で、ジャバジャバジャバーっと血抜きをしてやります。ポンと。で、ワームを刺し直して、針先チェックで問題ないのでいきます。じゃあちょっと投げる方向を変えて探していきます。次また正面行きます。で、カウント5ぐらい、もう表層付近探していきます。潮位が高いタイミングだけバーッと回遊してくる。タイミングを外したら全然釣れないポイントなので、この短い試合をいかにものにできるかっていうところですが、残念、当たりがなかった。もう何匹か釣って、ここは終わりかもしれないですね。ちょっと抜き上げの時にポロリしたのとかバラしたのがもったいなかったですね。ちょっと表層付近反応なかったんで、少し沈めてやります。10カウントぐらい沈めて、そしてちょんちょんとやって巻き巻きという感じで探っていきます。もう試合持ったかと思ったら、食ってた。これちょっと当たりがわからなかったんで、どこにかかってるかなんとも言えないとこですね。お祈り案件です。走る走る。でかいというか、これはちょっと重たいな。よいしょ。これはちょっと抜き上げれないんで、もうすくいます。よいしょ。いやー、大事にいきました。ボンとね、釣れてくれました。いいサイズ。36ぐらいですかね。35、6ぐらいと思います。ちょっと深くレンジを入れたら釣れてくれました。いいサイズです。ラッシュヘッド丸伸びです。いい感じです。じゃあこのアジもしっかりと締めます。このサイズでもバツンと余裕で締めれます。このウニ切りバサミ。しっかりと中に入れて血抜きします。よし。そして針先チェックして問題ないんで、ワームがちょっと切れそうなので刺し直します。じゃあもう一回ちょっと同じところ狙います。と投げて10かそのぐらい、割と表層付近にいるよりも沈めた方がいいサイズがいそうなので狙っていきます。ただもう地合いがちょっと短いので、この場所はもう潮が止まって下げに入ったら食わなくなるというちょっと特徴があるんで、もう満潮の潮通りまでのもう残りわずかな時間でやりたいと思います。よし、食った。よし。でもちっちゃいって言ったらちょっとあれですがサイズがだいぶ小さくなりましたね。そして針先をチェックして、やっぱり一頭一頭針先はしっかりチェックしないと、針先が摩耗していて合わせ売りてもかからなかったっていう風になってしまってももったいないんで、一頭一頭しっかりとチェックしています。よし、ちょっと右方向で深く沈めて探っていきます。アクションと食わせの間を交互に言いながら。よし、食った。いやーでもこれカサっていうあたりでちょっと口の浅いところに入ってそうで、バレそうですね。よしよし、入った。よし、外れた。やっぱり網に入れて外れたんで、すくって正解でした。当たりの出方がカサッという当たりだったんで、口の浅いところにかかってた感があって、やっぱりこれ、口が切れてますね。こうやっぱ魚体重が重たいと口がある程度硬いんですが、硬くても避けやすくなるので、ピッと正面投げて、やっぱ表層付近よりかはある程度沈めた方がいいサイズが出そうなんでというか出ているんで、沈めてから探っていきます。ただ釣り方は割とこう投げてもちょんちょんでやって巻くだけというですね、釣り方で結構パターンにはまってますね。食った。これも当たりがちょっとこれ分からなかったですね。怪しい。重たい。よいしょ。これも重たいんですくいます。よし。立ち上がって抜き上げないことはないんですけど、やっぱりこうあまり尺以上の大きいサイズになったらポンポンポンと抜いていたら竿の負担もかかって結構傷みやすいんで、極力網とかですくった方がいいですね。
釣れてくれました。34か、そのぐらいですね。3か4ぐらいです。ワームが。いやでも、イージーシェーカー一つで結構いい感じで釣れてくれてますね。で、針先チェックをして、もう一回ピッと正面に行きます。で、沈めていって、あれ他の方が来られているみたいなので、何名かちょっと来られていますね。車がちょっと入ってきたので、ここはですね、終わりにして僕も移動して、帰りたいと思います。じゃあ帰ります。いや、ちょっと別の場所に移動したら、ボンと一発、出てくれました。40あるなしぐらいですね。いいサイズ連れてくれました。いや、ちょっとね、カメラ回ってない時に限っていいサイズが出るのがいつものことではありますが、ボンとね、太い美味しいサイズ出てくれました。ラッキーです。ただいま帰ってきました。今日の釣果がこちらになります。帰りに何箇所か別のポイントを回ってポツポツと追加して帰りました。全体的に型はいいんですが、やっぱり最初の撮影していた場所で釣ったアジがよく超えてますね。で、今回はこの中で結構超えている個体を2匹ほど晩酌用にさばいていきたいと思います。今回のアジ結構いいサイズなんで、何にして食べようかなとちょっと迷ってるところですが、とりあえず今日は下処理だけ先にやっておこうと思います。で、下処理をする前にちょっと今回のアジを観察すると、顔が全体的に小さくて、そして体高がある、そしてヒレが体に対してかなり小さいということで、もう潮の流れが緩い場所で楽してお食事をしているタイプのアジになります。愛媛県でいうと養殖いかだの周りについているアジがこういった感じで楽してお食事をするタイプのアジが多いですね。もうこの体に対してヒレが明らかに小さいですよね。こうやって釣れたアジをいろいろと観察をしてみて、どういったところについているタイプのアジかなっていう風に想像するのが僕はすごい好きですね。まず最初にエラを指でプリッと取ります。そして内臓を出していきます。さて何が入ってるでしょうか。いい感じで油入ってます。この辺りも内臓脂肪が結構ついてますね。特にがっつりと餌食ってる様子はないですね。油が内臓をしっかりと流してやって、そして内臓の部分とエラの部分にキッチンペーパーを詰めて、キッチンペーパーでくるんでラップでぐるぐる巻きにして冷蔵庫で数日間寝かせます。さあ冷蔵庫で一晩寝かせました。で、今回の食べ方は1匹は昆布締めの状態にして熟成させようと思います。そしてもう1匹はこのままの状態で熟成させて、それぞれ食べ比べをしてみようと思います。じゃあこのアジを3枚おろしにして昆布締め状態にしていきます。まず最初に鱗を取っていきます。そして頭をスッと落として、最初に薄く切れ込みを入れて皮を剥ぐようにします。お腹もスッと入れて、で背中側から皮を掴んで、そしてピリッと、そして骨に沿って包丁を入れていって、中心でスンと断ち切ります。もったいない、ちょっと失敗、身が残りました。で、反対側も同じく皮を剥ぎます。やっぱ3枚おろし前に皮を剥いた方が辛みが持っていかれないのでやりやすいですね。お腹側から包丁を入れて、背中側から包丁を入れて、真ん中でスンと断ち切ります。3枚おろし、こっちの方がうまくいきました。そして油を薄くすいてやって、この辺りも軽くトリミングしておきます。そして血合い骨を抜いていきます。ピッと美味しく食べるために一本一本丁
手間ですが抜いていきます。バッチリ抜けました。で軽く塩を当ててやって、この状態で冷蔵庫で20分ほど寝かせます。さあ20分ほど経ちました。いい感じで水分が出ています。で軽く塩をお酒で流してやって、キッチンペーパーでしっかりと水気を取ってやって、そしてお酒で湿らした昆布に味をサンドイッチしていきます。贅沢に昆布を多めに使ってサンドイッチします。で上からもかぶせてやって、この状態でくるっとしっかりとラップでくるんでやって、この状態で冷蔵庫で数日間寝かせて食べ比べをします。さあ冷蔵庫の真空ルームで3日間寝かせました。昆布締めは食べる直前に切っていきます。さあどうでしょうか。綺麗に熟成できてますね。ここから刺身にして昆布締めと食べ比べをしていきます。よし。さあということで三枚おろしまでできました。さあそして昆布締めはどうなっているでしょうか。さあどうでしょうか。だいぶ昆布の旨味が入ってますね。ねっとりと糸を引いて、ここまで長期間アジの昆布締めをしたことがないので、どんな味か食べるのが楽しみです。でせっかくなんで半身は炙りで、そしてもう半身はそのままで食べ比べをしようと思います。いや油がすごい。いや油がめちゃくちゃすごいですね。でちょっと冷蔵庫で冷やします。でまずは昆布締めから切っていきます。いい感じで身が締まってる。こっちの緑のお皿を昆布締めでいきます。で次は普通の刺身を切っていきます。よし。で普通の刺身半分いけました。で次は普通の炙りを切っていきます。よし。熟成アジの炙りと刺身の完成です。で次は昆布締め炙りをやっていきます。この辺りから油はだいぶなんか何もしてない熟成だけのアジと比べたら少ないけど、こうかな。よし。さあ3日間昆布締めのアジの刺身と炙りの完成です。それではいただきます。いやこれはめっちゃ美味しそう。で今回醤油と塩2つ用意しました。でまずは普通の熟成の刺身からいただきます。で味の違いが分かるように塩でちょっといきます。なんかちょっと塩で食べると通っぽいですね。味の旨味がしっかり入って美味しいですね。でもちょっと生臭さがあるかな。これはこれででもさっぱりして美味しいですね。じゃあ次は3日間昆布締めのアジをいただきます。塩で軽くつけて、これは昆布の味がめちゃくちゃすごい3日間やっぱ昆布につけてたんで昆布の味がめちゃくちゃしますアジの味があんまりしないですねこれはちょっとなんか昆布を食べてるみたいな感じになりましたね。じゃあ次はアジのノーマルの炙りいきます。
でこちらも塩でいきます。軽くつけて、これはうまい。炙りは炙ったらうまみがぐっと出ますね。何もしてなくても結構油は入っていましたが、炙ることによってさらに油が出て、うまみがめちゃくちゃありますね。今のところこれ一番ですね、炙りが。そして最後にこちら昆布締めの炙りいきます。こちらも塩につけていただきます。これ炙ったらアジの旨味が出ますね。昆布締めだけだったらなんか昆布の味しかしなかったんですが、昆布とアジの旨味が合わさっていい感じになってます。でちょっとね、一通り食べた後はお酒いきます。今回千勝正宗宮城県のお酒です。これ誕生日プレゼントに友達に送っていただきました。いただきます。めちゃくちゃうまい。このお酒ほんのり甘口でめちゃくちゃ甘いって感じじゃなくて、すごいすっきり飲みますね。うまくて飲みすぎてしまいそうで、塩でいただいた後は醤油でも一通りいただきます。ただの熟成だけの味は醤油につけた方が美味しいですね。塩だけだったらちょっと味の臭みを感じたんですが、醤油につけることによってその臭みを感じずにほんのり味の旨みが口に広がります。いける、うまい。炙りも次は醤油でいただきます。炙りはすごい美味しい。普通のやつでも美味しいんですが、炙った方がやっぱ旨みがぐっと出ますね。やっぱ炙りすごい今のところ好印象というか美味しいですね。で次は昆布締め醤油でいただきます。最初塩で食べた時は昆布の味しかほとんどしなかったんですが、醤油につけてじっくり噛んだら味の旨みが出てきます。これも美味しいですね。やっぱ醤油と塩で全然変わりますね、味が。で最後は昆布締め炙りという、これを醤油でいただきます。初めてちょっと昆布締めの炙りやってみたんですが美味しいですね。これも美味しいな。これは好みが結構分かれますね。ただどれも美味しい。順位をつけるのはなんかちょっと難しいぐらいですが、でもあえてつけるんだったら好みにもよりますが、これは一番は普通の味の炙りで、その次に昆布締めの炙りですね。で3番目が昆布締めで、最後が普通の熟成した味というふうな感じですね。でもどれもめちゃくちゃ美味しいので、あっという間にお酒なくなりましたね。お酒も飲みながら残りの味も美味しくいただいていきます。ごちそうさまでした。ということで今回はジグヘッド単体の釣りで釣ったメタボリックな尺アジを熟成の昆布締め炙りと通常の炙りで美味しくいただきました。月夜回りのアジングでしたが、潮のタイミングに合わせたアジの回遊をうまく予測できて短い試合をものにすることができました。いやー、今回は外したら坊主の可能性がめちゃくちゃ高かったんで、狙い通り連れてくれてよかったです。めちゃくちゃ楽しめました。で今回の料理は熟成の昆布締め炙りということで、昆布を巻いた状態で3日間寝かせてからいただきましたが、昆布締めだけの状態ではちょっと昆布の味が強かったんですが、バーナーでバッと炙ったらうまみがギュッと出てきて美味しかったですね。でも今回作った中では普通に熟成させてから炙った方が美味しかったので、その時の味のコンディションとか好みによって変わるかなと思います。今回初めて昆布締め熟成をやってみて新鮮だったので、またいろんな料理を試してみたいと思います。また今後もアジングに関する濃い情報発信を頑張りますので、よろしければチャンネル登録と高評価、そしてコメント欄をスワイプしてハイプで応援もよろしくお願いいたします。それでは今回の動画は以上になります。
最後までご視聴ありがとうございました。最後に、アジングで釣れなくて悩んでいるあなたへお知らせです。ルアー釣り未経験からアジングを始めた僕が、累計3万匹以上釣って学んだ初心者でも釣れる型をまとめた電子書籍を作りました。アジング初心者応援企画として概要欄のリンクよりプレゼントしていますので、ぜひご覧ください。